皆さんこんにちは。今回の動画は、冷凍庫 PC に導入した自動車用不凍液水冷の組み立て編です。冷凍庫 PC にとって本命と言える冷却方式の不凍液水冷をとうとう実施できました。これまでの空冷では CPU クーラーをつけて動作確認という流れでしたが、不凍液水冷では冷却システムの構築から始まったので、多くのことをやっています。パーツ選定から始まって、組み立て、冷却システムとしての動作確認、ベンチマークなど PC として動作確認を行い、さらに水冷というユーザーが自分で作れる冷却システム、言い換えれば好きに設定できるという特徴を使って、不凍液水冷の動作設定を変えた上でベンチマークなどをしました。設定ごとに冷え方を比べることができたので、冷却システムとして性能はどうか、ボトルネックはどこかといった評価や考察ができました。行った内容はこんな感じですが、紹介すると長くなりそうだったので、不凍液水冷の紹介は、組み立て、PC の動作確認、冷却性能評価、これら3部の構成にしました。組み立て編では不凍液水冷を構築するにあたって使ったパーツや選定理由、組み立てた後の冷凍環境でも問題なく動くのかといった動作について紹介します。今回の動画はこれです。PC の動作確認編。長いので今後は動作確認編と呼びますが、こちらでは冷凍環境で不凍液水冷を使い、定格と OC、それぞれでベンチマークを行った結果を紹介します。冷却性能評価編。これも長いので評価編と呼びますが、評価編では動作確認編で得た結果と、パート5までに得た結果を含めて、CPU クーラーなど冷却システムとしての性能評価を紹介します。長い導入部になりましたが、ここからは今回の組み立て編の紹介を始めます。まずは結果から話しましょう。冷凍庫の庫内という氷点下以下の環境で、故障せずに動作できることを目標とした、水冷の CPU クーラーを組み立てて、庫内と冷媒をマイナス26度 C になるまで低温にしても、冷媒の凍結や水漏れは確認されませんでした。PC の動作確認を行った最低温度、マイナス18度 C 環境下でベンチマークをしたところ、定格動作で CPU パッケージ温度は40度 C 付近になり、冷凍環境下で CPU クーラーとして動作しました。結果はこんな感じです。まとめると、制作して動いた、なんですが、作業的には制作の部分で色々やりました。なので今回の紹介は、制作して出来上がるまでが7割、動作を確認するまでが3割という割合で話します。こんな具合に紹介していくのでよろしくお願いします。では始めます。まず今回水冷で使ったパーツ、8つありますのでそれぞれ紹介していきます。まず冷媒です。前述の通り自動車用の不凍液です。不凍液でよく使われるエチレングリコールが98% 配合された製品で、濃度調整して使うタイプです。自動車用の不凍液には濃度調整が必要なタイプと不要なタイプがあるのですが、必要なタイプを使いました。というのも不要なタイプは使用できる温度範囲がマイナス30度 C などと事前に指定されているので、使っている冷凍庫の最低温度に適した製品が限られるからです。一方で濃度調整が必要なタイプは、調整次第で好きな凍結温度の冷媒を作れます。また主成分のエチレングリコールの物性についてネットで調べてみると、同じエチレングリコールを主成分にした類似製品で、様々なデータを載せたカタログを見つけることができました。あくまで別製品なので参考レベルですが、濃度ごとの凍結温度の他に、密度や比熱、粘度など基本的な物性値がグラフで示されていたので、感覚的に理解するのに非常に役立ちました。ちなみにこの不凍液は水道水で濃度調整します。精製水とか純水ではなく、水道水ご指名でした。とはいえ冷媒に水道水を使うと錆や摘出物が出そうで怖いのですが、理由を調べてもわかりませんでした。水道水に含まれる水以外の成分がこの不凍液には必要なんですかね。結局よくわからないし、むしろ水道水で良いならありがたいので、今回はがっつり水道水を使っています。濃度調整では凍結温度を決めることになるので、使っている冷凍庫で、冷凍庫 PC に改造される前に計測した最低温度マイナス37度 C を基準に、マイナス45度 C になるように調整しました。パッケージのデータから近似式と配合割合を求め、原液と水道水の割合をだいたい6対4にしています。
一応調整した不凍液が本当に凍結しないか事前に確認もしておいたので、マイナス37度 C に余裕を持たせてマイナス45度 C にしています。ちなみにこの不凍液は水よりも粘り気があります。粘度が大きいということです。この不凍液を6対4の割合で使ったので、できた冷媒にも多少粘り気がありました。この粘り気、粘度が冷却的には厄介な存在でした。水冷は冷媒を循環させることで CPU などの発熱体から熱を奪って、その熱をラジエーターに渡しているのですが、粘度が高い冷媒を使うと冷媒の循環が悪くなり、熱の移動も鈍化します。つまり CPU 温度が上がります。なので粘度が高くならないようにしたいのですが、さらに冷凍庫という低温環境も悪影響を及ぼします。冷えるとより粘度が高まるんです。先のカタログを参考に話すと、常温の水が1とすると、マイナス20度 C の不凍液は20から30倍、粘度が高まります。まあ常温の液体で言うと灯油くらいのねっとり感らしいので、循環できそうですが好ましくありません。今回作った冷媒は冷凍庫内でも使えるように冷却面での性能を犠牲にして調整した感じでした。よく本格水冷で使われる冷媒の成分を見ても違いがわかります。94% が超純水ということでほとんど水です。水の良さを十分に発揮できる配合なんでしょう。ただし凍結温度は良くてマイナス5度 C くらいかと思われます。プロピレングリコールも先のカタログに類似品のスペックデータがあったので、それを元に推定しました。まあ冷媒一つとっても冷凍庫で使うということで考えることが多い感じでした。次はウォーターブロックです。安価かつ分解しやすそうなものを選びました。そもそも高価なパーツを購入する気がなかったので安価なものを探し、これは最安の部類です。見た目から見てわかる通り、メッキはされていないので銅がむき出しで、フィンの形状はビルみたいな直方体。類似製品と比べるとフィンの形状の細かさが明らかに違います。基本的にフィンが細かいほど熱を冷媒に逃がしやすくなるので、細かく作られたものを選ぶべきなんですが、細かく作るには製作の手間がかかるので値段もそれなりに上がります。まあこちらは値段なりの形状と言えるでしょう。分解の可否については、電飾などで錆ができた際にメンテナンスできるようにと考えました。まあ今後どう使うかわからないので、作業的にも気持ち的にも扱いやすい商品だったという感じです。次はポンプです。こちらもウォーターブロックと同じ選定基準ですが、当初は分解の可否をより重視しました。冷却性能を左右する流量を類似品と比べると、他に優れたものはいくつも出てきます。ですがこのポンプは安価なためか、作りが単純で分解することができます。ウォーターブロックと違って、ポンプで錆の心配はありませんが、一応メンテナンスできることと、購入検討時は低温グリスが塗れるんじゃないかと思って選んでいました。その時は、冷凍庫内で使う機械部品には全て低温用グリスを塗ろうと考えていたのです。なのでポンプも分解できるものを選んで、分解してグリスを塗り直そうと思ったらそもそも塗られていませんでした。インペラとシャフトは収納しそうですが、冷媒が潤滑剤代わりになるんですかね。水流ポンプはこういうものなんでしたっけ？そういえばアクアリウムで使ったろ過器のインペラも似た感じだったような。結局グリス塗りの必要はなくなり、単に流量抑えめでメンテしやすいポンプとなりましたが、今回はこれを使っています。ラジエーターです。こちらは製品仕様を考慮して選びました。本当は冷凍庫 PC にとってラジエーターは重要でないと考えていたので、ポンプ同様安価なものを探していたのですが、なんとなく同性のラジエーターを調べていたらこれを見つけました。材質が銅の場合、アルミと比べて高い熱伝導率による放熱とか電飾などに対する耐食性が期待できます。まあそこまで気にする必要はないかもしれないのですが、この製品は材質に加えて、構造にも特徴がありました。大きさは幅120、長さ150、厚さ65、120ミリ缶が1つ付けられるものです。120ミリ缶1つタイプのラジエーターは売られている製品の中で小さい部類です。実際に水冷を組むとしたら缶2つ付けられる、長さ240ミリ以上のラジエーターを使うことが多いと思います。今回は冷凍庫内で組めるように小さい方が良いかと考えたり、CPU の熱はラジエーターから排出するのではなく、今後作る予定の氷蓄熱で処理させるつもりだったので正直ラジエーターの性能を重視していませんでした。
しかしこの商品の形状で特徴的なのは、厚さとフィッティング用のネジ穴の数です。厚さ 65mm というのは売られている製品の中でも比較的厚みのある部類です。厚さがあれば、冷媒や空気に触れる表面積と、冷媒が流れる管の断面積が大きくなります。表面積が大きければ放熱性が良くなり、管の断面積が大きければ冷媒をスムーズに流せるので、ラジエーターだけでなくウォーターブロックにおける熱交換を促進させる効果が期待できます。ネジ穴は片側に4つ、もう一方に1つ、計5つ付けられています。類似品だと2つのものが多い中珍しい製品です。ネジ穴が多いということでフィッティングの取り付け自由度も高く、普通に PC ケース内で水冷を組んだ際に、フィッティングが邪魔で配置できないといった時に役立ちそうです。次はリザーバータンクです。これは値段の割に便利そうだったので選びました。不凍液水冷や氷蓄熱を構築する際に自由に配管できるようにと、ネジ穴の個数を気にしていました。これは同じ値段帯の製品よりネジ穴の個数が多く、4つあります。ネジ穴以外はどれも同じです。見た目や作りの良さが値段に比例するってところでしょうか。チューブジョイントなどフィッティング類は値段のみで選んでいます。Amazon とモノタロウの2サイトで、似た製品を探し安価なものを探しました。フィッティングの商品名によく記載される G4 分の1ですが、これは慣用平行ネジという種類の4分の1インチサイズという意味で、意味がわかれば使える製品を探すのも選ぶのも簡単なので、安さを追求しました。まあ後になって不自由する部分もありましたが、それは後ほどお話しします。チューブはモノタロウで売っていたシリコンチューブにしました。PVC チューブでも良かったのですが、他に使えそうなチューブを探したら意外と安いのが見つかり、シリコンは使用温度範囲が比較的広いので、冷凍庫向けかなと思い選んでいます。最後は自作した水温計です。庫内空気の温湿度を測っていたので冷媒の温度も測ろうと作りました。当初は既製品の水温計を調べたのですが、買うより作った方が安いかと考えて自作することにしました。まあ自作といっても部品を組み合わせただけです。温度計の測定部に、合同製のパイプとリングジョイントを使っています。この温度計はパート2まで使っていたものです。温度測定部はシリンダー状で外径 4mm です。この測定部に合同製のパイプを付けました。内径 5mm、外径 6mm のパイプです。測定部とパイプには隙間ができちゃうのでシリコンコーキングで埋めています。この作業面倒でした。パイプは 6mm タイプ対応のリングジョイントに付けます。このネジ部が G4 分の1だったので水冷パーツに対応していました。ネジが G4 分の1で 4mm 対応のリングジョイントがあればパイプも穴埋め不要だったのですが、そこまで都合よくありませんでした。出来上がったのはごっつい水温計です。もうちょい小さくしたいなぁと思うべきでした。今思い返すと蓋に 4mm の穴を開けてそこに測定部突っ込めばよかったとか。既製品を調べ直すと今回作ったものとよく似た構造の水温計も実は売られていたとかあったので、そのうち変えているかもしれません。使用したパーツはこれで以上です。値段重視で選んだものもあって、性能抑えめなものもありましたが、ウォーターブロックとポンプについては買い替えを検討しています。まあ性能不足になってきたらという条件もありますが、良さそうなものがいくつかあったので、機会があったら買い替えて、その際にまた紹介したいと思います。ここからは組み立て過程を紹介します。パート5で使ったリテールクーラーを外したところからスタートです。パート5でマザーボードを固定するアルミフレームの組み方を変更していたのですが、その際に不凍液水冷の構築を考慮していたので、この状態から付け足していく感じで組み立てます。まずはマザーボード前面にあるフレーム上に2本追加し、この間にラジエーターを設置します。追加したフレームはラジエーターが動かないように固定用として、下のフレームはラジエーターを支える支持用として使います。ラジエーターとフレームをそれぞれネジ止めできるように作ったアクリルパーツで固定します。このパーツは以前にフェイクウォール関連の自作 PC を制作した際に一緒に作っていたので、作成半年後の出番となりました。ラジエーター、フレーム、アクリルパーツをそれぞれネジ止めします。ちなみに支持用のフレームがなくてもアクリルパーツのみで固定もできますが、このアクリルパーツ自体は素手で壊そうと思えば壊せる、そんな強度なので念のため支えておきました。そのおかげかわかりませんが、チューブ配管時にラジエーターが動きそうとか、
パーツが壊れそうとかは起きませんでした。ラジエーターとマザーボードの間は狭くしてあります。これは何度か話に出している氷蓄熱用のスペースを確保した煽りです。まあ予定を変えてこの構造のままで氷蓄熱を導入しないことにしたので、コンパクトに作るメリットは今回ないんですけどね。ラジエーターにファンをつけます。今回はラジエーターからマザーボードに風が当たる方向に設置しました。ラジエーターの排熱があってもマザーボードを風で冷やす方針にしています。まあそれならよりマザーボード側にファンをつければよかったなぁと今になって思います。リザーバータンクとポンプを固定するためのフレームをさらに追加します。この辺りの作業からは事前検討していないので手探りでやっていました。リザーバータンクをフレームに固定し、ポンプはリザーバータンクに吊るす感じで付けています。今回はフレームを固定しましたが、このリザーバータンクにはファンと共締めできる付属品があり、それを使えばフレームはいらなそうです。今回の動画作成時に Web で設置例の画像を見て知りました。次に組み方を見直す際にはこの設置例を参考にしようと思います。ポンプの電源は PC と連動させず別系統で動かすために、結露対策用のファンと同じ加工を施しました。電源を別系統にしたのは冷媒の凍結防止のためです。後ほど紹介します。あとは忘れていたウォーターブロックをつけました。チューブの配管を考えてネジ穴の並びを水平になる向きにしています。ラジエーターを付け直し、フィッティングとチューブを仮付けします。配管は後々変更しているので仮です。今回シリコンチューブを使いましたが、配管が楽で好印象を持てました。PVC チューブで肉厚なものを選ぶとフィッティングへの取り付け、取り外しに力がいるのですが、シリコンチューブは非常に柔らかく伸縮性があるので取り付けなどは簡単です。簡単にチューブをフィッティングにつけられる分、チューブとフィッティングの密着性、水漏れの懸念がありますが、チューブの伸縮性のおかげで特に対策しなくても水漏れしません。簡単につけられる長所がある一方で短所もあります。柔らかいので折り曲がりやすくなっています。なのでチューブを大回りに配管して折り曲がらないようにしています。作業性のために見た目を犠牲になった感じです。この傾向って冷凍庫 PC で散見されますね。ラジエーターの下にあるネジ穴は排水用に使っています。排水用にバルブを用意していたのですが、最終的にこのバルブは使わずフィッティングを線にしました。当初はフィッティング類と同様に使えれば代替品でいいじゃんって感じで選んだのですが、このバルブのノブが結構硬く回すのに力が必要だったのと、バルブ自体が大きかったので変更しています。今は PC 水冷用のものが良いかなと思っています。小さそうですし、ノブは簡単に回るようだったらラジエーターに直接つけたいです。ノブが硬いとラジエーターに力をかけちゃって、変形しないか少し心配だったんで間にチューブを入れたのですが、できるだけシンプルな構造にしたいものです。良さげな製品がないか調べようと思います。自作した水温計はラジエーターとリザーバータンクにつけました。冷媒が流れる順番は、リザーバータンク、ポンプ、ウォーターブロック、ラジエーター、リザーバータンクとなるので、水温計はウォーターブロックから出た温水と、ラジエーターからリザーバータンクに戻ってきた冷水、2箇所で測っています。あとはチューブやフィッティングを微調整して、最終的にこんな感じになりました。ポンプや水温計の配線が目につきますが、全体的には小綺麗に作れたかなと自己満足できる感じです。冷凍庫内に移しました。ATX24 ピンなどケーブルを接続し、除湿機もつけたので、装置は全てつけた状態です。モノトーンな色が多すぎる製菓重厚感があり、一見 PC に見えません。上から見下ろした状態です。パート1の時と比べ内容物が増えました。いろんなものをくっつけたなぁと思わせてくれます。水冷システムの試運転をしていきます。まずは水道水を使います。目的は冷媒使用量の把握と、不凍液と冷却性能を比較するための動作確認実施です。先ほども言いましたが、本来は錆や不純物などを懸念して冷媒に水道水は使いません。今回の場合は不凍液の希釈液が水道水に指定されていたので使っています。実験用の電源でポンプを動かします。手前が明るくなったのは LED テープも同じ電源を使う配線を使っているからです。注水していくとラジエーターからちょろちょろと水が流れる音が聞こえてきました。冷媒が循環しているんだから音がして
も不思議じゃないのですが、これには配管内に残った空気も影響したと思います。パーツの配置によって空気が残りやすい部分ができてしまい、その部分から音がしていました。空気が残ると冷媒循環における圧力損失増大とか、冷媒とラジエーターの接触面積減少とか、デメリットしか思いつかなかったので空気を排出しました。空気が溜まっていた部分にちょうど水温計の継ぎ手をあったので、ここを緩めて空気を排出します。水冷パーツの中でリザーバータンクを一番高い位置に設置したので、リザーバータンクに水が十分にあれば、水に押されて空気が出ていく感じです。組み立て時はリザーバータンクを一番高い位置につける他に考えていませんでしたが、偶然この構造になっていました。空気がなくなると流水温も収まり、リザーバータンクの水位も変わらなくなりました。使用量は 470g ほど、市販品なら1リットルあれば十分そうです。普通に水冷をやる機会があったら参考にしようかな。この時のポンプの電源状態は電圧 12V 以下で、電流は 0.51A、消費電力 5.9W でした。注目したいデータは電流です。電流の大きさから冷媒の流れやすさ、冷却に関わる冷媒の流れるスピードを予想します。電流とはモーターが発生しているトルクに関係し、トルクは冷媒を流すのに必要な力に関わり、冷媒に流すのに必要な力の大きさは冷媒の流れやすさ、冷媒の流れやすさが冷媒の流れるスピード。こんな連想ゲーム的に考えて、参考程度に確認しました。流量計を使えば見た目や数値でわかるんですが最後まで存在を忘れていました。なので今回は電流で考えています。この後は水道水での PC 動作を行いデータを取得しました。結果は3部の動画で紹介するので今回は割愛します。PC 動作後も水漏れは見受けられなかったので配管は OK と判断し、次に不凍液を投入します。不凍液の原液は濃い緑色です。この時点だと、正直見た目いいとは言えない濃さです。原液を水道水で希釈し、凍結温度 -45°C の不凍液にします。見た目はあまり変わりません。出来上がった冷媒を注水、空気も排出して準備完了です。シリコンチューブのところを見ると、コップに入っていた状態と違い、透けて思いのほか綺麗です。リザーバータンクを見ると相変わらず濃い感じですが、光を当てればシリコンチューブみたいになるんですかね。LED を多用したいという気持ちが少し理解できました。ウォーターブロックを見ると、冷媒は透けて見えますが見た目が良いわけでもなさそうです。なんか苔生えてるみたい。類似製品だとウォーターブロックに化粧板みたいなカバーがついていますし、この辺りは見えない方が見た目良いんですかね。てか錆ができようものなら悪目立ちしそうです。それもあって隠しているのかな。ポンプの電源状態は 12V、0.55A、6.6W です。電流値が 8% 増えました。粘土による影響はあるようですが、想定される粘土の違いに比べると電流値はそこまで増えませんでした。ポンプを動かしても特に問題が見受けられなかったので、水道水と同様 PC の動作確認も行っています。超音波でやることは終わりました。ここから冷凍開始です。まずは冷凍庫の温度設定レベル1です。冷凍中、冷媒が万が一にも凍結しないようにポンプは常時稼働させました。寒い地域で行われる水道管の破裂防止で、蛇口を完全に閉めずにちょろちょろ流し続けるということから着想しました。結果的に凍結対策とは、不凍液を使う、不凍液が実際に凍結しないか実験する、冷媒を動かし続ける、以上3点でした。書き並べると特別なことをしていた感じはありません。あとは問題が起きないか、実際に動かしつつ観察していきます。冷やしていくついでにポンプの電源状態も観察していきます。ちなみに電圧が 12.0V でなく 12.2V になっているのは、電源を実験用から冷凍庫 PC 用に準備したものに切り替えたためです。冷凍開始直後の水温は25から 26°C。ポンプの電圧は 12.2V、電流は 0.55 から 0.57A を行ったり来たり、0.56 くらいかな。2時間後、庫内温度と水温は -7°C 付近。ポンプの電流は 0.57A。まだほとんど変化が見られません。ちなみに庫内の温度 -7°C ですが、パート5で計測した時より 1°C 上がっています。1
18°C なんて誤差かもしれませんが、今回はポンプを動かしているのでその消費電力分、温度に影響した可能性があります。この時の冷媒の様子を見ると、水面が動いています。凍結はしていなさそうです。水漏れも見当たりませんが、排水用のチューブに冷媒が侵入しているのが目につきます。チューブの先端は線がついているので漏れはしないでしょうけど、気になったので引き続き観察していきます。装置の様子を観察した後は PC をベンチマークしたり、OC させたりと動作確認を行っています。詳細は次回紹介です。各温度設定、庫内温度で動作を確認していき、不凍液水冷導入後の冷凍庫 PC における最低温度を測りました。急速冷凍機能を使い、PC はシャットダウン、ポンプは 12V で稼働させたままです。庫内の温度はマイナス26度 C、水温はマイナス23からマイナス24度 C。ポンプの消費電力の影響か以前ほど冷えていません。ポンプの電圧を 12V ではなく、循環が確認できる程度に落として消費電力を抑えればもう少し冷えるのかな。ポンプの電流値は 0.61A です。常温の冷媒と比べると 0.04 から 0.06A 増加しました。割合にして7から 11% 増加です。改めて、水道水と不凍液、常温と低温の粘度と電流値の増加を見てみます。常温では水道水と不凍液の粘度の違いは1対度、電流値は 0.04A 違いました。不凍液で常温と低温の粘度の違いは1対6、電流値は 0.04 から 0.06A 違います。粘度が数倍単位で増えているのに対して、電流は数%程度でしたが、電流の増加量と粘度の増加率には近い関係がありそうです。電流でも冷媒の状態がある程度確認できたみたいです。と電流値から冷媒の流れ方を考えましたが、やっぱり流量計をつけたいですね。流量計の回転を確認するか、表示を見れば流速の変化がわかりますし、先ほどのポンプの消費電力の話でも、電圧を落としすぎると通電していてもインペラが回らないこともあるので、循環しているかの確認用としても使えます。次に水冷パーツを買い足す時にまとめて買おうと思います。冷媒の様子を見てみると凍結していないようです。水面の揺れも気持ちねっとり感が増えたような気がします。ここまでは冷媒が凍結していないかや、水漏れしていないかを見ていきましたが、肝心の冷却器として動いているかについて少し話します。詳細は2部で紹介する予定なので、今回は簡単にです。PC の動作確認を行った最低温度マイナス18度 C 環境下において、定格動作のベンチマークをしたところ、CPU パッケージ温度は40度 C 台になりました。パート2で起きたような CPU クーラーの冷却不全は起きず、パート5のリテールクーラー以上に冷やせています。冷却器として不凍液水冷は問題なく動作していました。冷却器としては、です。細かく温度を見ていくと冷却システム全体ではどうかという冷却性能評価ができたので、これは3部で紹介します。動作確認終了後、常温に戻した状態です。水漏れは最後まで発生しませんでした。ですが排水用のチューブに入っていた冷媒の量は明らかに増えています。この変化は配管内に残った空気の体積変化が影響していると思われます。配管内の空気は基本的に排出しましたが、排水用のチューブには空気が残っていたので、冷凍環境で体積が減るので圧力が低下し冷媒を引き込んだ、かもしれません。この空気による圧力変化って水冷では問題になるみたいだったので、一応ベントバルブを使っていました。ベントバルブを使うと、冷媒が温まった時に体積膨張した空気を排出し、配管内の圧力増加を防いで、ヒッピングなどから水漏れをしてしまうのを防止できます。排水用のチューブに冷媒が入ったのは逆の現象なんですかね。そう考えるとチューブに冷媒が入ってきても、ベントバルブがあるので水漏れにはつながらなさそうです。冷媒が別になくてもいいところにあるのは気分よくありませんし、外観的にはバルブに変えたいところです。これも水冷パーツをまとめ買いするタイミングで購入検討しようと思います。以上、今回作成した不凍液水冷の構造、低温環境での動作に関する紹介でした。冷凍庫 PC のための水冷として、不凍液水冷が出来上がりました。今更ですが私にとって初めての水冷導入だったので、パーツの選定や購入先で他の選択肢があったり、
流量計やバルブが途中から欲しくなったりと色々ありました。配管作業自体はわずかながら経験があったので、初めての水冷でも気軽に挑戦したのですが、色々勉強できました。今後予定している構造変更でも不凍液水冷は使う予定なので、今回の経験を活かしていきたいところです。まあ一番思ったことは、水冷導入の作業も結局 DIY で面白かった、だったので、次に水冷を組み際も、できそうなアイディアなら好きなように組み合わせて DIY していこうと思います。次回の動画は動作確認編として、不凍液水冷導入後の冷凍庫 PC でベンチマークや OC をやった結果について話します。今回の動画中で何度くらいになったか少し話していますが、順調に冷やして低温にできていますが、あとは冷やせたという結果が、PC の性能をどこまで伸ばしてくれるか、そのあたりを紹介します。ではでは、ここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。